こんにちは、まるみです。今日はまだまだ暑いので、伊吹山ドライブウェイで車中泊をしようと思います。今日向かっている伊吹山ドライブウェイは、夏の期間に日によって夜に星見たり車中泊したりできるんだけど、9月10月もね、週末に何日か車中泊して星空を見たりできるので、今日はね、それに向かってます。気温がね、20度切るみたいなのでね、すごい楽しみ。今外の温度は36度ぐらいかな。なので快適な車中泊ができそうです。ただね、伊吹山ドライブウェイは夏季厳禁なので、車の中でね火使うのは、問題ないんだろうけど、もしそれで火事とかになると山の上だから消防車来るの時間がかかるので、私はねいつも通り車内で電気調理を楽しもうと思います。今回ね大容量の大高出力のポータブル電源持ってきてるので楽しみです。よし、出口だ。北町方面です。続いて合流します。ここ信号が縦になってる。そうか、関ヶ原雪積もるもんね。夏は暑いのにね。暑くて寒くて大変な街だ。あと2キロで伊吹山ドライブウェイの入り口に入ります。伊吹山ドライブウェイはこういう週末に泊まれるときは駐車場がいっぱいになっちゃうと入場規制が入るから、今3時だけど行けるかな。もし入場規制入ったらね、今日の動画ここまでになっちゃう。そしたら別のとこどっか車中泊しに行こうかな。こんにちは。じゃあ深いんです。3100円です。はい、3100円です。焦った。営業時間24時までってあったから、24時に降りてこなきゃいけないのって思ったら朝まで降れるそうです。あとは好きなタイミングでね、出口が開いてるのに出れるそうです。今ね、山のふもとは32度です。どれぐらい涼しくなるのかな。じゃあここからひたすら30分運転していきます。あとね5分で頂上の駐車場に着くんだけど、もうねずーっとうねうね道で、滋賀県入ったって思ったらまた岐阜県戻ったってなって、今も多分まだ岐阜県なのかな。今多分標高 1000m ぐらいまで来たのかな。なんかね、標高が関係してるのか体がむくみ始めて、目とかすごい重いし頭もポーっとするし、何これ、標高 1000m 級で私高山病になる。なんかすごい、運転はできるし元気なんだけど、なんかちょっと体調が変になってきた。着いた。駐車場混み合ってる。できればトイレの近くに止めたい。この辺にしようかしら。オッケー、到着。まずはお手洗いに。ここのトイレはお一人様100円です。今ね、車内は28度ですね。思ったより暑いから作戦変更。車内が整いました。こんな感じでテーブルの下に調理道具とかのボックスを置いて、こっちはベッドで、ここにクーラーボックスで、今日はねケトルとか IH を使う予定で持ってきました。あとはね、念のために扇風機持ってきたら思ったより暑いので持ってきて正解でした。
あとは今日持ってきたポータブル電源がエコフローのデルタ3 Max プラスです。簡単なスペックを説明すると、定額出力 3000W なので、普段こういう 1000W 超えるケトルとか IH とかね、同時に使えないから基本ケトル持ってこないんですけど、今回はね、定格出力が 3000W なので、ケトルもね、IH も同時調理できるのがね、すごい楽しみです。あとはね、出力系が Type-C や USB-A、あとは AC 出力がね、全部前なのでね、すごい使いやすいですね。このあたりはね、後で細かく説明するんですけど、今ね、暑いので、ここをね、左右メッシュにしてるんですけど、これね、外から見るとあんまり見えなくて、ちょっと外移動しよう。外からだとこんな感じですね。じろじろ見ようとすれば中は見えちゃうけど、ざっくりならね、そんな見えないです。外だとね、結構涼しい。でも車内は29度で暑い。ちょっと外の温度何度か測っときます。外も思ったより暑いね。あれ？意外だな。じゃあ早速おやつタイムに入ろうかな。お腹も減ってきたことだし。まずはおやつ作り。ここにね、いろんな便利シートとか入れてて、便利シートを引けば洗い物がなくて済む。バナナ。じゃあまずバナナを剥いて、バナナを切ります。まず半分に切って、さらに半分。結構このバナナ硬い芯がありますね。車内全体がすごいバナナのいい香りがしてきた。一気に 1600W いってますね。じゃあついでにこれを一番強火にしたら、2000超えましたね。でもエコフローってそもそも X ブーストで電圧を調整しながら使えるようにする機能があるんだけど、これはね X ブーストが3800かな。でももともと 3000W まではいけるので何ら問題なく使えます。なんかちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった。焦げ目がね、ホイルにくっついちゃって綺麗な焦げ目はなかなかできなかったですね。お湯は一瞬で沸きました。やっぱケトル早い。いつもはね、シェラカップで IH でお湯沸かすんだけど、そうすると同時調理できないから、こうやってね、ケトル使えたり、別のでお湯沸かせるとほんと便利。こんなもんでいいかな。ちぎれちゃった。あれ、コーヒーミル忘れた。豆はあるけどミルがないからインスタントでいいや。これはね、美味しいからね。オッケーオッケー。蜂蜜、シナモン。じゃあいただきます。もうこれは安定の美味しい。さてお味は、めっちゃ美味しい。完全にね、
スイーツになってる。めちゃ美味しい。バナナ自体も甘いし、蜂蜜の甘さとね、シナモンの刺激がね、めちゃくちゃいい感じにできてます。ごちそうさまでした。美味しかった。今日ウェッティもね、忘れたので、ティッシュで拭きます。何もかも忘れてるな。車中泊だから、そんな事前準備なくていいやって、家出る1時間ぐらい前から準備始めたから、いろいろ忘れ物が多い。ちなみにこのポータブル電源のデルタ3 Max プラスも、急速充電使うと、1時間半ぐらいでね、充電が全部終わるので、ラップ飯だから片付けめっちゃ早い。美味しかったです。ごちそうさま。でね、お水がね、結構残っちゃって、夜も使うので、このケトルね、ここ押しとくと水出ないんですよ。めっちゃ便利。だから倒さなければ大丈夫だから、このままキープしときます。ちなみに、コーヒー入れておやつ作っただけだとね、あと 96% も残ってます。今回電源ふんだんに使っても問題なさそう。よし、ちょっと散策しようかな。外めっちゃ涼しい。ちょっと貼っとこ。今27度ってなってるけど、もっと涼しい気がする。車がね、めっちゃいる。みんな車中泊するんかな、今日。今ここは1260メートルで、こう登ってくと標高1377メートルで頂上に着きます。結構風が強い。車中泊の人はたくさんいますね。琵琶湖もあそこに見える。わあ、すごいな。山々もすごい見える。鹿がね、いるらしいんだけどね、なかなか見つけられなくて。ここで星空の会をやるみたいです。あと1時間。急いでご飯食べちゃおうかな。こんな感じで申し込みもお金もかからず星空を説明してもらいます。鹿だ。鹿がいる。隠れちゃった。お尻しか見えない。こっちにもいる。かわいい。鹿。外22度まで下がった。やっぱ涼しいよね。ご帰宅。この換気扇を動かしたいんだけど、全部この USB-A で、このポータブル電源はね、USB-A が1箇所しかないんですよ。だからこれ挿しちゃうと、吸気はできても排気はできないとか、そういう感じになるので、今ね、ここに繋いでる。これがね、USB-A をね、4つまでいけるタップなので、ここに挿します。これを両方挿すと、吸気も排気もできて、風が来る。気持ちいい。今ここにはね、ライトが挿してあるので、抜くとこんな感じで消えます。ライトも2本分挿してあります。どんなポータブル電源も今 USB-A がね、4つ以上あるやつはなかなかないから、こういうのが1個あると便利です。星空の失明こっから聞ける。ちょっとね、ご飯だけ先に食べてから参加したいからご飯を作ります。
今日の夜中に皆既月食があるから見たいんだけど起きれるかな。午前3時11分が皆既月食見れる最後のチャンスっぽい。早く寝て1回2時ぐらいに起きようかな。今ここをね、窓開けてプラダンをはめた換気扇にしてるからね、音はめちゃくちゃ聞こえる。便利シート。夕飯は玉ねぎ。夕飯が玉ねぎじゃないんだけど、玉ねぎを使って料理します。できるだけ薄く切ります。できるのかな、私に。今日はホイル焼きを作ります。めちゃくちゃ分厚いの1個いる。ほぐせばいけるかな。本当はここに塩コショウしたいんだけど、塩コショウを忘れまして、コーヒーミルとね、同じポーチに入れてて、それごと忘れたから、なんなら油もない。生臭いかな。ニンニクのね、スパイスならあるから、これ使ってみよう。臭みはこれで消えそう。じゃあ、ホイル焼きなので、くるみます。ノンフライヤー、ここに入れてホイル焼きを作ります。ちょっと長い。潰しながら入れてぴったり。電源オンしてご飯は炊飯。ノンフライヤーも15分くらいでいけるかな。今両方使っても 1300W なので全然問題ないです。最後にね、味噌汁入れたいからケトル使うけど、ケトル足しても 2500W 程度なので 3000W までは余裕そうですね。ご飯が今湯気すごい出てきたんだけど、結構ね吸い込んでくれてる。この換気扇優秀だな。ね、地球が隠しちゃうという感じですね。そういう時に、月食が起きるという感じです。春は明け渡ってご帰宅。今話を聞いてたんだけど、奥の方の琵琶湖側の空が結構何度も光ってて、ちょっと雷怖いなって思って戻ってきました。でね、外はね、もう薄手のダウンないとかなり寒くて、でも中はね、ダウンあるとやっぱ暑いので、車内って結構あったかいんだなって思いました。今日はね、星空はそもそも月がほぼ満月みたいな感じだから、あんまり見えない上に雲もかかってるから、まあ諦めですね。ただね、夜中にね、皆既月食があるので、それに備えてね、もうサクッとご飯食べてちょっとくつろいだら寝ようと思います。ご飯炊けた。これはね、素手で開けると熱いので、よいしょ。お、無事炊けてます。よかったよかった。じゃあこれは一旦置いておいて、結構水滴垂れるからテーブルニス塗った方がいいかな。よいしょ。めっちゃね、いい香りする。もうちょいかな。鮭が分厚いからもうちょいかも。じゃああと追加で10分ぐらいやろうかな。よし、できたかな。お、いい感じいい感じ。血を汚れないように便利シート引いて、ご飯にラッ
プ。そうだ、お味噌汁忘れてた。まずは水を測って、ギャレーがないから水が余っても捨てる場所がないからね。よし、オン。ご飯よそってる間にもうお湯沸いた。このケトル優秀だな。お味噌汁。本日のご飯はご飯とお味噌汁と鮭のホイル焼き。いい感じですね。あ、美味しそう。ちなみに箸置きは前に高山で買ったしめじちゃんです。かわいい。いただきます。あー、美味しい。フリーズドライって普通のインスタントの味噌汁より味噌汁感強くて美味しい。じゃあ鮭のホイル焼きをいただきます。あ、骨が結構あるね。ちょっと中からほじっちゃうけど。いただきます。あ、美味しい。ニンニクのスパイスの味がめっちゃ効いてて美味しい。彩り担当忘れてた。ミニトマト。やばい、雨降ってきてる。あ、やっぱ降ってる。やば。急いで窓閉めよう。やばい、今雨雲レーダー見たらめっちゃすごいのが来てる。めちゃくちゃ雨降ってるじゃん。うわー、予定外だな。月食見れるのかな。1時ぐらいには雨止むから見れそう。よかった。でも明日もちょっと雨かも。ちなみにね、電波は au だと1本一応ついてて、でここね Wi-Fi あるので Wi-Fi 接続すれば LINE とかできるけど、動画見たりとか SNS ガンガンやったりとかちょっと厳しいから、スマホとか iPad に動画とか見たいんだったらダウンロードしてくるのが一番良さそうです。ごちそうさまでした。もうね、雨がいきなり降ってきてドタバタしてたけど無事完食です。今雨降り出したからか帰ってる人が結構いますね。もともと車中泊じゃない夜中に帰る予定だった人とかもいると思うけど、まさかねこんなに雨が降るとは。すごい雨。でも車だからね無敵。はい、よかった。車中泊で外にテーブルとか椅子を自分が使ってる駐車場内だったら出していいから出してる人結構いたんだけど、多分みんな今急いで撤去してるだろうな。よし、片付け終了。雨が滝みたいになってる。山の天気って本当に変わりやすいね。一応傘は積んであるのでトイレには問題なく行けます。食後のおやつ。のんびり映画タイムに入りたいから、映画のお供のポップコーン。シュガーソルト。2ついてた。シナモンもかけちゃおう。もう1個はやみつきバター味。美味しい美味しい。ちなみに今日売店でいぶき牛乳のポップコーンも買っちゃった。食べ比べ。ダメだ。iPhone から飛ばしても電波がないから画面に映せない。iPad で我慢しよう。ちゃんと iPad にもネットフリー入れてきた。
そろそろ寝ます。ここね、RV パークじゃないから、歯磨く場所とかそういうのは全くなくて、この車、ギャレーもないので、この歯磨きシートと化粧落とし、こういうシート系で寝る前の準備を済ませます。これ歯磨きシートね、使うだけでだいぶね、口の中がスッキリするからね、おすすめ。では、寝ます。寝るときなんですけど、このポータブル電源は AC 出力がこっちが AC の1、こっちが AC の2になってるので、私は電気系統をここに接続させてるので、こっちの AC1 を切っても AC2 の方はね、このまま充電されたまんまで、こんな感じで切れます。あとは、このエコフローシリーズはだいたいスマホアプリで操作できるので、ここでね、AC1 と AC2 の方、ここで電源のオンオフもできるので、寝るとき、ポータブル電源が遠くても、スマホのアプリでね、指示すれば、それで電気消したり、いろんな充電のオンオフをできるので、これがね、すごい便利です。では、おやすみなさーい。スマホでオフ。おはようございます。昨日は月食を夜中に一瞬見て即寝しました。今日の天気は、晴れか曇りか。今、車内は22度。寒かったんですよね。だからモコモコのダウンでよかった。昼間あんな暑かったのにやっぱ夜は冷えますね。あれ、コマちゃんかな。よし、朝ごはん作ろう。アイラップ。砂糖。豆乳。パン。パンパパン。じゃあこれで一旦放置します。いい具合にしみしみになりました。よし。お、いい感じいい感じ。ひっくり返せるか。フライ返しあった。これで余裕。今は中火で使ってるから474ワットだけ使ってますね。本当は同時にケトルでお湯沸かしたかったんだけど、コーヒーミルがないからね、コーヒー入れられなくて残念。もしね、コーヒー入れたとしても、これにプラス1200ワットだから約1700ワットでね、何ら問題なく使えます。いい感じいい感じ。オッケー。蜂蜜。シナモン。じゃあいただきます。
昨日買ったいぶきコーヒーといぶきヨーグルト。どっかのタイミングで飲もうと思って買ったらちょうどコーヒーミル忘れたからよかった。いただきます。甘い、美味しい。あとはヨーグルト。あ、すごいギリギリまで詰まってる。いただきます。美味しい。そして大本命のフレンチトースト。ただね、フォークとナイフという洒落たものはないのでトングでいただきます。お行儀だいぶ悪い。お箸でもいいけど、トングでいいかな。めちゃくちゃ美味しい。袋に卵とか牛乳とか入れたから、パンにね、まんべんなく染み渡ってたから、捨てる時もほとんど残りの汁なかったから別に固めなくてよかったし、これ簡単だしいいね。前ね、寝る前からつけてて、今回もそうしようと思ったのに忘れて寝ちゃったから、朝つけたけど十分美味しい。よし、ごちそうさまでした。さてと、片付けて散策にでも行こうかな。歩いてね、40分ぐらいだから山頂を目指そうと思います。伊吹山のね、山頂に行こうと思ったんだけど、もうね、霧がひどくて、20メートル先が見えないぐらい。あれ、意外と見える？登山道すら見えないんだよね。もう霧というか、雲の中にいるみたいな感じ。山頂からの景色が望めないので、今日は諦めます。また来年来ようかな。自分の車すらね、どこにあるかわかんないレベルで見えない。コマちゃんがいた。すごい偶然。すごい。ねえ、奇跡よね、びっくり。運命の出会い。雨降り出した。避難車に。結構雨降ってきた。今日は山頂を目指さなくて正解だったかも。今回ね、このポータブル電源ふんだんに使ったつもりだったんですけど、まだ 56% 残ってますね。今回使ったこのエコフローのデルタ3マックスプラスは新しい商品なんですけど、今日の車中泊であんまりワット数とか気にせずガンガン使えたのは、低確出力が3000ワットあるから電気ケトルとか、普段の車中泊だとちょっと出力多すぎるからなって避けてたものがね、気にせず使えるので、それがねすごいいいなと思いました。あとは出力系がUSB-C が2つあるんですけど、1個が 140W なので急速充電でね、スマホとか小型家電とかをねすぐ充電できるのはすごいありがたいですね。残り2つは 45W で USB-A は 18W です。あと裏側にはシガーソケットも 126W のがついてます。やっぱりこの形、この AC とか USB 系が全部前についてるのが私は一番使いやすくて好きですね。今のところあまり不便は感じてないけど、強いていうデメリットで言うと USB-A が一つしかないとか、それぐらいかな。ただ前に説明した通り USB-A の商品今はどんどん減ってるし、使うにしてもこういった USB-A をね AC に変換できるものがあればね、何ら問題なく使えるので、この辺は特に問題ないかなと思います。あとは AC 出力が4つっていうのもまあそこまで気にならないかな。6個ついてる商品とかも結構あるんですけど、6個全部挿すことってなくて、まあ4つあれば事足りるっていう感じですかね。なので個人的には特に大きなデメリットはなかったです。音もそんなにうるさくないから問題なく寝れたし、重さが 23kg なので、女性がね簡単に持ち運びするにはちょっときついですね。なので、家から車まで気合を持って移動させるっていう感じです。ただね、気合い入れれば女性でも 23kg は問題なく持ってます。3000W まで使えるポータブル電源にしては全体的にだいぶ小ぶりになったなと思います。サイズ感でいうと 2000W 級のと何ら変わりない感じですね。ただ低確出力は 3000W だけど容量は 2048Wh なので 2000W 級のものと変わらない感じですね。ただこれだけあればね、1泊2日なら余裕。あと 56% 残ってるので2泊3日も問題ないと思います。ソロじゃなくって
ファミリーとか、あとは防災に備えてすごい大容量欲しいよっていう方は、拡張バッテリーを使うと最大で 1240Wh まで拡大できるので、ざっくりこれ5個分ですね。ふんだんに使って1泊2日で半分ってことは10日分持つ計算になりますね。これはすごい。ポータブル電源ね、拡張できるできないって結構大事で、私みたいに1泊2日2泊3日ぐらいの人だったらこれ一つで十分なんですけど、じゃあそっから長旅に出ようとか、防災に備えて大容量の電気欲しいってなった時に買い直すリスクを考えると、拡張バッテリーを使ってこれをベースにプラスで容量を増やせる方がね、またプラスで大きいポータブル電源買うってなるとね、結構負担になると思うので、1週間ぐらい車中泊行きたいよっていう人とか、特に夏の時期は北海道一周とか、そういうのする方ってどうしてもこんだけ容量あってもね、持たなくなることがあって、充電方法は何個もあるので、例えば AC 充電だったり、走行充電だったり、ソーラー充電だったり、いろいろあると思うんですけど、走行充電がこの車は最大 18W なんですよ。エコフローのポータブル電源の場合は 800W のオルタネートチャージャーを車につけると、走行中に 2.7 時間で満充電にすることができて、1泊2日で今 56% まで減っても、車に取り付けたオルタネーターチャージャーに接続すると、次の目的地行くまでにね、充電ができるので、それはね、いいと思います。やっぱ最大 800W で充電できるっていいですね。ほんと車中泊で遠出したり連泊する人にはね、めちゃくちゃいいと思います。という感じで、今回はエコフローのデルタ3 MAX プラスを紹介したんですけど、車内でね、火使って料理するっていうのはどうしても火事のリスクがあって、ビビリの私は怖いので、こういう電源があると本当便利だなと毎回思います。あとは車中泊にもね、もちろんいいし、キャンプにもポータブル電源あるのはいいけど、やっぱり最近増えてる災害時のためのね、防災グッズとして1個あると本当にいいと思います。今回の車中泊ね、あんまり電波が入らないとこだから、もう電波が入った時に SNS 見るっていうよりは、本当必要な天気の情報とか、自分の安全のためになる情報ばっか見てて、スマホの電源がなくなるとね、そういった情報も簡単に取れないので、災害時にね、スマホは充電できた方がいいし、やっぱりプラスアルファで冬だったら電気毛布とか、夏だったら扇風機とか、熱中症や寒さ対策がね、できるポータブル電源は本当に大事だなと思いました。大容量のデルタ3 MAX プラスが使えて楽しかったです。それでは準備できたので帰ります。今回の車中泊ね、着いて早々まるみさんですかって声かけてもらって、女性の方に。で、後で車の方行きますねって言われたからずっと待ってたんだけど、結局ね、会えずに終わっちゃいましたね。残念。見てる？待ってたよ。もしね、どっか車中泊やキャンプで私を見つけたら気軽に声かけてください。ということでね、伊吹山ね、涼しいと思いきや、車内の断熱の関係なのかな？全然ね、湿度もあるからか暑かったですね。扇風機あってよかった。クーラーまではいらなかったっていう感じですね。今からね、まだ9月の下旬も10月もこういう夜中車中泊できるタイミングがあるので、気になる方はね、行ってみるといいと思います。もしかしたら思ったより寒いかもしれないし、思ったより暑いかもしれないので、薄手のダウンとかそういう上着と、あとは扇風機とどっちもね、対策できるように持っていくのがいいと思いました。あとはね、今回ね、ポータブル電源エコフローのデルタ3 MAX プラスを使って、ほんとね、ふんだんに家電を使えたのでね、いつも電源気にしながら朝まで持つかなとかそういう心配がないのがね、すごい楽でしたね。久々のポップコーンも楽しかったし、床見たらね、結構ポップコーン落ちてたから、家帰って綺麗に掃除します。エコフローのデルタ3 MAX プラスが気になる方は、ぜひ概要欄を見てみてください。あと今回はね、車中泊ね、ご飯は本当美味しかったし、不満はね、ほぼないんだけど、やっぱり電波がないのがね、結構困って、Wi-Fi 接続すると最低限 LINE ができたりできなかったりぐらい。だから電波入った瞬間にバババって受信したりとか。ただ私 au なので、電波が全くなくなると衛星につながって、110番とか多分そういう緊急電話ぐらいはできるらしいので、まだいいんですけど、やっぱ電波ないのはね、今の現代人にはやっぱ困りますね。全然私はデジタルデトックスがキャンプでも車中泊でもできない派なので、まあ困りました。
あとはね、月食がね、肉眼では一応見れて、まん丸だったお月様が綺麗に三日月になった瞬間があって、わーって思ってスマホで撮ったんだけど、何をどう撮っても満月にしか、まん丸にしか映らなかったから諦めて、ナイトラプス仕掛けたらよくわかんないね、映り方になってたんで、すごい綺麗な景色をお見せすることはできなかったんですけど、3年ぶりらしいので、貴重な経験ができましたね。やっぱ2時ぐらいになった時、みんな一斉に起きて外でわらわらいたので、やっぱみんな月食を見に来たんだなと思いました。あとはね、山頂行ってね、アイスがあるんですよ。それをね、食べたいなと思ってたんですけど、もうほら、霧がすごくて、もうこれは無理ですね。さっきバスで来た団体の人、ツアーの人はね、もう多分強行突破するしかないから行ってたんですけど、ちょっと私はね、帰りの運転も心配になるぐらいの霧なので、諦めました。伊吹山は比較的うちから近いので、またね、何かこういう機会、来年とかも来ようかなと思いました。あとはこの霧の中頑張って運転します。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よし、霧の中頑張って帰ります。マジで見えんな。これライトつけよう。これね、対向車が見えないのがね、本当に怖い。道が見えないんだよね、本当に。雨まで降ってくるし、前が見えないしで、本当めちゃくちゃ大変、この運転。行く人はね、安全運転で気をつけて行ってください。それでは、Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。